皆さんいかがアクアをお過ごしでしょうか。文系アクアリストのハテナです。はい、ということでですね、今回はアクアリウム部屋を借りて約1年、そのメリットデメリットとはということでお話をしていきたいと思います。はい、私ですね、このアクアリウム部屋、借りて、これを何度かこのお話してるんですけど、初めての方もいらっしゃると思いますので、はい、少しだけ、簡単にご説明をさせていただきたいと思います。私アクアリウム始めて約2年半ぐらい経過しておりまして、最初は家の中でですね、普通にアクアリウムを楽しんでおりました。ただで 4.5 畳っていうめちゃくちゃ狭い部屋の中で楽しんでおりまして、もう鑑賞スペースすらなくなってきたという状態でした。で、そんな中、もう私ね、思い切ってアクアリウム部屋を、これテナント物件っていうものになるんですが、それを借りるということになったわけです。で、かなり大きな決断だったんですが、これでね、ようやく1年ぐらい経過しまして、なんとか今ね、維持をできております。で、そんな中、私のこのアクアリウム部屋でのこの生活っていうのが、果たしてこれ良かったのかどうなのかっていうところですよね。で、正直言いますと、いやーこれやっちゃったかなと思うこと100回ぐらいありました。いやもう正直ですよ。はい。ただね、良かったなと思うことも、同じぐらいにありましたので、そのあたりのお話をしていきたいなというふうに思っております。ただここで一つ注意点があります。この話はですね、ただアクアリウム部屋を借りることを何か推奨するようなお話ではありません。これあくまで私個人の一つの意見と捉えていただければと思いますので、そのあたりはもし借りられるとかいう場合はご自身のねご判断でということでくれぐれもお願いいたします。はい、ということで本題に戻ります。アクアリウム部屋テナント物件を借りて約1年。はい、そのまずメリットその1、自分の趣味が広がった。はい、いやこれはねやっぱり結構大きいですよね。私のもともとは 4.5 畳のね中でアクアリウムだけを楽しんでたんですが、このテナント物件、賃貸物件を借りてですね、まず DIY から始めたんですよね。で、この DIY っていうのも、もうなんていうんでしょう、もう床とかもう壁もですよね、壁紙も上から剥がせるやつなんですけど、壁紙貼ったりだとか、あとはこの木材の加工ですよね、棚を作ったりだとか、もうそれこそ水槽台作ったり、床材貼ったりとか、もういろんなことをねやりました。私 DIY って初めてだったので、いやー果たしてうまくできるんかなとか、かなり不安はあったんですけど、でもここまで来てですね、私のこの DIY スキルも結構ね自分なりには上がってきたというふうに思いますし、いやーこれはね本当に楽しいというか人生の幅が広がりましたよね。で DIY だけじゃなくて、例えばこの水槽だけじゃなくて植物にも興味が出てきまして、でこの植物も例えば開根系のね植物であったりだとか、アガベですよね。今私結構ねアガベハマってるんで、はい、かなり数も増えてきたんですけど、そういう植物にも興味が出ましたし、で当然アクアリウムも変わらずね、すごく好きでというか、はい、やっておりますので、自分のこの趣味の幅っていうのがすごく広がりました。いやーこれね本当に良かったですよね。やっぱり趣味ってなんて言うんでしょう、そもそも生きるってちょっと深い話しますけど、そもそも生きるって趣味みたいなもんって最近になって感じてきたんですよね。はい。いや、仕事もね、やりますし、当然、家族とのね、生活っていうのも、私の中ではそれは一番大事ではあるんですけど、ただこの趣味っていうのは、なんか自分が生きていく上で、もう一つ大事にしたいものですし、なんか人生、前向きにというか、はい、なんか過ごせる、それこそ、仕事にもいい影響を及ぼしているように私は感じますし、はい、なんかね、その辺が、いや、本当に良かったなと思います。はい、ではお次です。メリットその2。家族から何も言われなくなった。これはですね、これでかいですね。いや要はね、アクアリウムやってて、で、一緒に家にね、いて、で、なんか私がメンテナンスで部屋に入ったりだとか、部屋にこもってると、やっぱりなんか家の中でね、
いるのに一人だけ別空間にいるっていうような感じがして、こう要は、嫁ね、妻の方からいろいろこう言われたりするわけですよ。で、しかも例えば家にねこういろんなこう水槽用品だったりとか通販とかで買うわけじゃないですか。私もチャームさんすごくお世話になってたり、アマゾンとかもね、結構もう購入したりします。でそういったものが家に届くと、でその届く時も最悪なねケースで言うと、私がいずに、例えば仕事とか行ってて、で妻だけが家にいるという状況の時にこう妻が受け取ったりするわけなんですよね。いやこれやっぱり喧嘩のもとでしょ。どうしてもね、いやそもそもなんで自分が取らなあかんねんとか、いうことだけじゃなくて、いやまた買ってんのってね言われるわけですよね。いやこれはやっぱり自宅で趣味をする者にとっては避けられない、ことですよね。例えばコンビニ受け取りとかいろいろねそういう方法もあるとは思うんですけど、ただやっぱりこう自宅にいて自宅で受け取るっていうね、それはすごく便利なわけじゃないですか。それがねこう自分の趣味の部屋を借りたことでやっぱりねそういうのなくなりましたね。はい。私は基本的に毎日、朝あるいは夕方ぐらいに、アクアリウム部屋に行くんですけど、もうそれももう毎日だいたい短時間ですね。水槽、水槽のメンテナンスしたりだとか、あるいはお魚さんに餌あげたりとか、植物の世話するとか、これで毎日ちょっとずつ行ってるのと、あとは週1回、週1回だけ、これはもう結構がっつりね、アクアリウム部屋に、こもっていろいろ作業とかしてるんですよね。はい、だからその辺でこう物品の購入なんかもこうそのテナント物件にアクアリウム部屋に届けると。そうすると要は家族からしたら、いやもしかしたらね私がこんなにいろいろ買ってるっていうのバレてない可能性もあるわけなんですよね。いやだからこれはねめちゃくちゃでかい。正直これは本当に、借りてよかったなっていうねことですよね。余計な喧嘩がなくなりますもんね。いや本当にこれ良かったです。はい、では次に行きます。アクアリウム部屋を借りて感じたメリットその3、自宅とは違って汚しても気にならない。はい、いやこれもねやっぱ結構大きいですよね。私の自宅はですね戸建てになりまして、築もう6年ぐらいになるんですかね。それぐらいのまだそんなになんて言うんでしょう、ボロボロとかじゃないんですよね。だからやっぱりアクアリウム部屋でこうやってた時って水漏れであったりだとか、あとはそうですね、なんかこう、DIY とかあんまそんなにやってなかったんですけど、多少やった時にねこうなんかインクとかそんなのやっぱり気にはなりますよね。だからあんまりそういうのできなかったんですよ。ただそれがですねこう部屋を借りてからテナント物件っていうね特性も若干あるとは思うんですけど、やっぱりこう自宅よりこう汚してもねやっぱ気にはならないですし、私もこの水槽台作った時にこうペイントね、インクとか使ってやったりするんですけど、それがこういろんなとこついてもねやっぱり自宅ほど気にはならないんですよね。いやこれはやっぱ大きいですよね。水漏れとかもねしょっちゅう起こしてます。はい、そんな大した致命的な、ね、水漏れとかにはなってなくて、一応水受けとかも作ってるので、そのあたりは割と安心感あるんですけど、それでも多少ね水漏れとか起こした時でも、自宅ほどこうね大変なことにはならないので、いやーこれは結構大きいですね。いやだからね植物とか育てる時もですねこう割と霧吹きとかでこうシャーってかけたりするんですよね。こんなんも、私の今のこう借りてる部屋だとこう心置きなくバーってできるんで、いやこれ自宅やったら絶対無理ですよね。やりたいですけど、自宅でもやりたいですけど、やっぱり家族からね、いやもうほんまに白い目どころじゃないですからね。はい。だからそう考えると、これは、やっぱり汚せるっていうのはすごい大きなメリットですよね。ついでで言うと、音とかもそうですよね。音とかもこういうね、テナント物件とか、ちょっとこれテナント物件のメリットみたいな感じになってるんですけど、でも、やっぱり気軽にこうできる、音とかも気にせず、汚してもそんなに気にならないっていうのは大きなメリットだなと思っています。
はい、ということで私がアクアリウム部屋を借りて感じたメリット3つでした。はい、でここからはねデメリットについてお話をしていきたいと思います。それではですね、私が感じたデメリットその1、お金がかかる。いやもうこれはね、もう語らんでも、分かるっちゃ分かる話なんですけど、なんせね、お金かかります。ただでさえこのアクアリウムっていう趣味ってお金かかるじゃないですか。いろいろ水槽代もそうですし、お魚さ、水草、光熱費とかね。いやー、めちゃくちゃお金かかる趣味なんですけど、そこにプラス固定費で家賃。いや、これはもうほんまにでかい。ね、もう誇張なしで100回考えましたからね。はい。いや、ほんまに良かったんかな、これって。100回ぐらいはもう考えたんですけど、いやー、やっぱお金かかりますね。ただこのね、物件って、そんなもうど田舎ですし、で、螺旋階段の2階なんですよね。そもそも普通の、なんて言うんでしょう、お客さん入れるようなね、商売するような場所じゃないんですよ。いわゆる事務所ですよね。だから、かなり安いです。はい。どれぐらい安いかっていうと、そうですね。普通にワンルーム借りるのとそんな変わんないです。はい。駐車場付きでワンルーム借りるぐらいのね、値段なので、かなり安いですね。でも都会のワンルームとか結構ね、いい値段すると思うんですけども、そんなんじゃないです。もうそれよりも全然安いので、はい。だからそういう意味ではまだね、マシではあるんですけど、やっぱお金はかかる。当たり前っちゃ当たり前ですね。はい。では、次いきます。アクアリウム部屋を借りて感じたデメリットその2、水槽が家にない。はい。いやこれも当然っちゃ当然なんですけど、自宅以外に部屋借りてそこでね水槽置いてるんで、いややっぱりねちょっと寂しいですよね。お魚さんとかと常に入れるわけじゃないっていうのと、なんか気になるなっていう時に、家やったらその場でパッて見れたりするのが、それがねやっぱりできない。はい。当然っちゃ当然ですよね。で、それで起こったことというと、まずやっぱり水漏れ、これはね、ありますね。私がこの前立ち上げた、センターテーブルからね、なんていうんですか、センターテーブル兼水槽みたいな、やつがあるんですけど、その水槽が、フィルター、外掛けフィルターからですね、若干水漏れ起こってたんですよね。蓋の隙間からね、ポタポタ水が落ちていて、それ私、どれぐらい気づかんかったんやろな。多分、2、3週間気づかんかったんちゃうかなっていう、ぐらいですね。もうそもそもそれじゃあ、自宅でも同じことやって気づいたかって言われると、気づかなかった可能性もあるんですけど、でもね、やっぱり圧倒的に、見る時間っていうのは自宅と違って少ないので、そういう意味ではこういう問題とかトラブルに気づきにくいっていうデメリットはありますよね。今のところそんなにね致命的なトラブルとかミスっていうのはないので、幸い、はい、ちょっとした水漏れぐらいで済んではいるんですけど、これはやっぱり常にね見ることができないというのは、大きなデメリットですよね。これは借りる前から分かってたことなんで、はい。ただ例えば餌をあげることとか、その辺に関しては全然問題なくできてはいるので、なんか植物枯らしたりとかっていうのもそんなに今のところないんでね、うまいことできてるのかなっていうふうには思います。はい。ということでデメリットの3つ目。自宅とは違って Wi-Fi がなかったらやばい。はい。いや、これもね、もう今はね、結構解消されてるんですけど、入ってきた当初って、Wi-Fi なかったんですよね。で、今実は何置いてるかっていうと、固定のね、Wi-Fi じゃなくて、いわゆるモバイル、なんていうんですか、ポケット Wi-Fi か。そうそう、ポケット Wi-Fi を契約してるんですよね。で、これ固定じゃないので、電波若干弱かったりっていうのもあるんですけど、今のところね、私これで全然いけてます。で、一応契約的には、月5ギガまでやったら500円みたいなね、もう激安のやつ契約してるんですよ。ただこれね、あるとないとでも全然違ってて、これね、何が問題やったかっていうと、要はスマートコンセントです。
いや、これ結構盲点で、私水槽を立ち上げた時に、普通にメロスっていうね、スマートコンセントを、自宅から持ってきたんですよ。で、そのままこう電源挿して、で、設定しようかなと思ったらね、無理ですよ。だって Wi-Fi ないから。そう無理。ね。で、Wi-Fi ないなと思って、で、普通にこれ、もしかしたらルーターあったらいけるんちゃうのと思ったんですよ。うん。ルーターで、こう、なんていうんですか、こう外につなげずにね、このうちのネットワークだけで、コントロールできるんちゃうかなと思って、わざわざね、ルーター買ったんですよ。で、水槽部屋に持って行って、で、ルーター経由でコントロールしようかなと思ったら、無理でした。いや、皆さんこれ知ってはりました？いや、これメロスだけなんかな？いや、そんなことないか。一般的なこのスマートコンセントってね、外のこのインターネットにつながんと使えないんですよね。使えないというか、設定とか、そもそも登録、はい、携帯とかでやると思うんですけど、携帯でこうそのコンセントを登録するっていうことすらできないんですよ。いやだからね、スマートコンセントの意味ないんですよね。で、これ、いや、一回ね、試そうかなと思ったのが、自宅の Wi-Fi で、コントロールしたものを、その借りた部屋に持って行って、そのまま使うっていう方法なんですけど、これね、うまくいかなかったんですよね。いやー、なんでかようわからんけどね。だからやっぱりこれね、Wi-Fi ないと結構きついですね。で、固定のね、Wi-Fi にしようかなと思ったんですけど、結構高いし、で、もしこれね、撤去するとかなった場合に、その辺もめんどくさいし、そもそもこう Wi-Fi 設置するのも時間かかるじゃないですか。だから私ね、ポケット Wi-Fi を選んだんですよね。これはね、これで大正解でした。私、このテナント部屋、この守備の部屋でですね、なんかこう、インターネットサーフィンぐらいはするんですけど、YouTube 見たりとかあんましないので、それやったら自宅でやるんでね、はい、もうこの部屋やったらもう作業したりとか、いろんなこう、撮影もしたりとかですね、そういうので結構忙しいので、なんかこう、のんびりと、いや、のんびりと、いや、これちょっと喋ってて、いや、ちょっと思ってしまいましたね、今。のんびりしてないですね。あんまりのんびりしてないですね。それはそれで楽しいんですけど。はい。だから、これはね、やっぱり大きな、デメリットというか、お金あって、ちゃんと Wi-Fi 置いたら、いいっちゃいいんですけど、やっぱりそれもね、お金かかるんで、はい。今はポケット Wi-Fi で私は十分かなと思っています。はい。ということで、Wi-Fi なかったらやばいっていうのが3つ目でした。はい。ということで、今回メリット、デメリット、いろいろ語ってきましたが、めちゃくちゃこれ動画長なりますね。いやー、2つに分けた方が良かったかもしれませんが、はい。もう一気にメリット、デメリットを語ってきました。総じてですね、私は満足しています。今のところね。ただ、一応これ借りてる、部屋っていうこともあって、いつかは返さないといけないですし、その時がまたね、大変やなっていうのは一つ悩みの種なのと、やっぱり借りてる部屋っていうこともあってね、もうめちゃくちゃ好き勝手はできないんですよね。その辺は、なんかこう、めちゃくちゃ安い中古物件とか買ってね、なんかこう、リフォームしてみたいな、もう憧れるんですけど、やっぱお金いりますからね。それはさすがに無理かなとは思ってるんですけど、夢としてはね、いつかは中古物件借りても一から自分でね、自分の手で DIY してリフォームして、で、そこに水槽部屋として趣味の部屋を置くみたいなね。いやーもうこれができたら最高ですよ。多分ね、到達点ですよね。趣味の到達点、そこかなっていうふうに思ってます。警察が来たりとかね、いろいろこうトラブルもあったりはするんですけど、一応今のところね、家族の同意っていうか、こう理解は得られてまして、はい。私の妻、こうね、この部屋に招き入れて、見せたりしたこともあるんですけど、その時に、これって、なんかこう自分の空間作りやね、みたいなね。なんか上から言われまして、なんかこれも一つの空間作りやね、みたいなね。なんか息って言われたんですけど、認めてはくれてるんでね。はい。そういう意味では良かったかなというふうに思います。はい。ということで、今回だいぶ長々と話してきましたが、結論、今はね、借りて良かったっていう結論です。はい。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。